はい、鳥犬チャンネルです。やったワン。パトライトがテカテカ光っておりますけど、ベルファインのやったワンを入手しましたんでね。はい、作るところをね、ご紹介していきたいかと思います。1月のね、末ぐらいですかね。入手しましてね、パッケージ開けるとこんな感じ、横スライドの箱に入ってましてね、しっかりした箱が入ってます。シールが入っててね、目のところと旗のところがシール再現となっております。はい、白いランナーに黒いランナー、あといろんなカラーのランナー入っておりますけど、白と黒が PS で、残りがね ABS 樹脂みたいなんですよね、色付きで。グレーのところはねちょっとぬめっとした感じの ABS 樹脂になっておりました。まずね、頭部の方から作っております。頭部のヘルメット部分ですね。はい、こちらトップにねパトライトのとこつくんですけど、冒頭はねここ実は改造してね LED 入れて光るようにしてますね。はい、そしておでこのヤッターマンのマークですね、 Y マーク。こちらもね色はあんまり塗らなくていいようにね黒と白で作られてるんですけどね、結局私は塗ることにしましたけどね。そしてねこちらはねヤッタワのマフラーですね、耳っぽいとこのこんな作りになってます。塗装しない人にもね割と作りやすいようにね、もう成型色でねだいぶパーツ割りして分けられてね作られてますね。今ブースターっぽいところとかね入れてまして、グレーのパーツですけど、ここはちょっとね他の素材と違ってぬめりがあるような感じの、なんか関節、モデロイドとかあの辺もそうなのかな、バンダイさんのプラモもあの辺のような、なんかちょっとぬめり感あるような感じの、関節で使うような感じのぬめっとした感じの、そんな樹脂になってました。はい、薄刃ニッパーでねちょっとバリを切ったりしてるんですけれど、キットはねランナーはアンダーゲートのタイプになってます。はい、後々メタルタイプのねメッキ処理したもんも出てくるんじゃないですかね、多分アンダーゲート使ってるってことはね。はい、ここの耳のパーツもねさしてあげます。ちょっと喉がねまだ悪くて喋りがちょっと辛いんですけどね。はい、このようにマフラーを入れてあげました。まるで耳みたいですね。であと下顎ですね。はい、頭部になります。顎パーツのところがねこういうグレーの、はい、ぬめっとしたプラパーツ入れてね、もう関節のところ特有のねやつですね。はい、そしてねここ下顎入れるんですけどね、ちょっと間違えてたんでね、また開けてあげてねつけてあげます。はい、下顎には後ではしごがつくようにねこういう四角いね、突起部分もあったりしてますね。はい、そしてね、はい、今鼻のとこのパーツをね作ってますね。ここもねパーツ割りしてね色塗らなくてもまあそれなりに見えるようにちゃんとできてます。でここ前歯がねあるんですよね。今入れてるのね前歯のパーツなんですけどね、前歯がねスライドして下に出たりね、するような感じになってます。はい、ここの粘りもナイフで落としてあげます。でここの鼻の先、ちょうど今人差し指左手のところがねちょっと当たったとこへん、今右手で当たってるへん、ここがねちょっとね湯口あるんですよね、抜いた時のね。そこはねちょっと削り落としてあげた方がねいいと思います。ただ色塗らなかったらあんまり目立たなかったです。サフ吹いて初めて私も気づいたんですけどね、そこにねちょっと気になる段差があります。はい、ここはねベルのとこですね、鼻の先に乗っかるね、こういう造形になってるし、こういうね、組になってます。で頭を乗せるんですけどね、ここ、はい、鼻のパーツがね結構簡単にね乗っかれてるだけなんで外れやすいんですよね。はい、そしてねこちら口の、はい、
口元の辺のね、この丸っぽいパーツ入れてあげます。これはね、選択式で、ここが開いて、旗がなびいてるポールがついてるやつね、そのパーツにもね、切り替えることができます。そして今触ってるのは目のパーツなんですけどね、目のパーツもね、このように分割されております。3種類あって、喜んでる目と普通の目と怒ってる目の3つあります。で、白いところはね、後でシール貼ってもいいようになってますんでね、色塗らない人はシール貼るといいかもしれないです。私は、塗装をしました。はい、次はね、胴体の方入ってますけどね、胴体の方もね、こういう風にね、白パーツとね、赤パーツでね、分割されててね、まあ、ね、塗装しない人もまあそれなりにいいんですけど、塗装する人でもね、マスキングする必要がね、あんまりないっていう作りになってますね。結構差し込むだけのね簡単な作りになってます。はい、胸のお腹のところのねパーツなんですけどね、黄色いパーツもね、ボタンみたいなとこね、そこも別パーツ化されててね、塗装もね楽ですね。4箇所あります。で、内側も貼ってこんな感じ。可動パーツのとこですね、引き出しパーツ。はい、首のとこですね、頭部とくっつきます。ヤッターワンのね可動の時ね、首上げる時にね、ここのパーツねクリッと回るようになってます。で、ここがお腹の可動パーツのとこですね。お腹のところがパカッと開いて、太鼓叩くね、ヤッターワンのコメカ、はい、犬ロボ3体が並ぶところになります。そのステージ、はい、こういう風な感じで組み立てるようになってます。はい、これがね、その鼓笛体ですかね、ヤッターワンのね。これね、切るときどっか飛ばしちゃいそうな気がしたんで、箱準備をして、それでニッパー入れてますね。かなり小さいです。塗装もね、これさすがに筆塗りにしたんですけどね、下出るで後で筆塗りしてます。で、筆塗りもちょっと動画は撮ったんですけれど、何してるかわからないぐらいの小ささやったんで、ちょっとここはね、もう筆塗り塗装のとこはね、すみませんけどオミットさせてもらってるんですけどね、結構小さいです、見ての通り。塗装派の人にしたらちょっとここどうにかしてほしいっていうところかもしれないですけどね、塗装派の人からすると、楽しいとこかもしれないですね。それからね、今見えてるお尻の穴のとこですね、ここは差し込みのちっちゃいディスプレイついててね、やったーワンでやるポーズの斜め横にね傾く時のポージングが取れるようなための穴になってます。はい、そしてこれ背中のねホースですね。ここはね黄色なんですけどね、金色に塗りたいですよね。で、ホースのとこですね、ホースの蛇腹のところ、ここは金色にやっぱり塗りたいですよね。はい、でね、ここね、設計図にも書いてるんですけど、この黄色とグレーのパーツが簡単に外れやすいんで、接着剤使った方がおすすめですよって書いてます。一応接着剤なしでもできるんですけど、組んだ後で持ってるだけで結構ポロリしちゃうんで、何がしかね、接着剤かなんか塗ってあげた方がいいかもしれないです。こちら今作ってるのは尻尾ですね。はい、尻尾も、今更ながらブルーやったんや思いながらね組んでました。このねカラー樹脂はね ABS らしいんですけど、 ABS や言ってもなんか切ったりやすったりしてる感じでは、感触ではね PS 素材とそん
んなに変わりがないような感じを受けました。息子が小さかった頃に、戦隊ものの食玩とか作ってあげてたんですけど、その時の感触とあんまり変わらんかないう感じでした。ただね、塗装がねどうかな思ったんで、後でちゃんとサフ吹いてね、でラッカー塗装してますけどね、そのまま塗ったらねテンションかかってるとこ割れるかもしれないですね、ラッカー塗装とかやったらね。はい、今ね、足と、腕がついてるところね、肩っていうのかな、肩と足のところのパーツね、これ作ってますね。これもヤッターワのね、特徴的なところですよね。で今プチプチ薄刃ニッパーでねバリ取ってますけど、アンダーゲートなんでねどうしてもその辺が残ったりしますんでね、切り取っただけだとねそこをカットしていきます。そして今入れたねパーツのこのガンちゃんとアイちゃんがこう握ってね、自分の体支えてるこう握りのとこなんですけどね、太いですよね。人間が持つにはちょっと太いかなっていう感じのとこでしたね。はい、そして今ね足の中のね、簡単な内部フレーム作ってますね。グレーパーツですね。グレーパーツはね今何回か言いましたけど ABS 素材でもぬめっとした感じの赤色やブルーや黄色のとことは違う感じの素材が使われてます。はい、足裏もねこうやってグレーでね、はい、色分けがね結構されてるんで、色塗らない人でもそれなりにね納得されるキットになってるんじゃないかなとは思います。ただ色塗る人からするとそこまでせんでいいから単色でいいから値段安くしてほしいっていうところは正直あるんですけど、裾野広げるんやったらねメーカーさんこうするのは別に間違いではないかなとは思います。あんまり色塗る人っていうのがね割合的には減ってるのかな、今までのね動き見てると。キャストモデルでもね色付きのキャストモデルがねディーラーさんで出さないと売れないとかいうのを聞いたことあるんで、ちょっとね時代がその辺ね今そうなってるんかないう気はします。はい。ブースターのところもね、こんな感じでね差し込むだけでいいっていう感じになってます。ただねちょっとしたことでね結構ポロリはしますね。はい、ここはねレバーですね。左足につくレバーのところね。はい、それからねサイレンのところですね、右足ですね。はい、ここはね後で接着したらんとね継ぎ目が見えてしまいますね。はい、アンダーゲートのバリをナイフで削り取ってあげてます。はい、ここのねぐるぐる回す棒もついてますね、サイレンね。今度は腕ですね、蛇腹でね。この蛇腹表現がやっぱりね大河原先生のねデザインかなと思いますね。ヤッターマンのね後々のねガンダムの水中系モビルスーツのね腕がなんかこんなんやったりしますよね、腕とか足がね。大河原先生らしいデザインかなと。それ以外だとね、ガッチャマンのね敵メカとかね、あとは他にもね、ゴーダムとか出てきたねメカとかのなんかそんな感じでこういう蛇腹の表現ロボット割とあったんじゃないですかね。このヤタワのねキットが出るって決まるまでね正直キットがずっと出なかったらスクラッチ考えてたり、キットベースでガンダムの赤いぐらいかな、あの辺使って作ってみようかなと思ってたことは正直ありましたけどね。それだけ大河原さんのデザインがねなんかその辺似てるかなっていうのが個人的にはね
思うところありました。ただもうベルファインからね出てくれたんで、寿から平成版だったかな、あれが出た時はね、これじゃないんだよな、こっちが欲しいんだよなって思ってたんでね、これ出た時はねちょっと嬉しかったですね。タイムボカのね、3つのメカが出てね、今度これになったっていうのでね、はい、おだて豚もねどうしようかなって考えてます。あれ結構大きいんですよね。去年、確かね、南高の展示の時にね見たんですけどね。はい、手のひらもつけてねだんだん出来上がってきてます。手のね拳のこの表現もね大河原先生のね特有のデザインじゃないのかなと私は感じてますね。このね曲面とねエッジがあるこのミックスされたデザインがねやっぱ大河原先生のねちょっと味が結構色濃く出てるんじゃないって個人的には思いますね。はい、目もつけてねこんな感じでねだんだん出来上がってくるんですけど、ヤッターワンってね確かねやられたんですよね。でヤッターキングになって次の週ぐらいに出てきたかなとは思うんですけど、はい、そしたらね次はねおもちゃまのランナーですね。はい、黄色ランナーがねおもちゃまでね6の数字がね前に向いてるんですけど、あれそうやったっけ思ってネットで検索したらね5が前の時もあるんですよね。どっちが正しいのかよくわからないんですけれど、はい、5はね、このキットだとね、足裏のとこだったかな、そっちになってそのトータルで7になるんで頭のとこがね2になってるんですよね。本当そうやったっけとか思ったんですけどね、調べてみるとその2パターンあるみたい。前がこの6と5と、はい、あんまりじっくり見たことなかったんですけどね、改めて今回キット作って気づいたとこですね。はい、ここのね、はい、頭のこのねプロペラがねタケコプターかなって思うんですけどね、どっちが先だったんでしょうね、ドラえもんとこっちのね。多分ドラえもんがちょっと先やったん違うかなとは思うんですけれど、はい、はい、足裏5ですね。はい、絵によっては5が正面の時があります。はい、足裏のね中はこんな感じになってましてね、はい、わかりますかね、こんな感じになってました。サイコロキャラメルを思い出してましたね、明治さんのね。もう今はなくなったんですかね。はい、そしたらね今度はワニメカとねアリメカのとこですね。3つずつ入ってましたけどね、ワンランナーでね、はい、ワニとアリがあるんですけどね。でガレージキット昔クラブ M さんでしたっけ、あの辺りから発売されてたと思うんですけど、あれにはね確かカバのやつと、ネズミコンチューターとかいうのかなと、あとね何があったかな、あと2つぐらい入ってたんですよね。であとこの、ワニとアリが入ってたと思います。はい、今ネットでねホビーサーチさんの方が設計図その瓦礫の出してたんで確認したんですけど、あと残る2つはカメとスカンクでしたね。でカメが確かね動画見直したんですけど、そのヤッターワンを大破させた半壊させたね、メカですね。確かね敵側のねドローン上一味さんにね操られてヤッターワンの方戻ってってね爆発してた感じですね。はい、あの時子供ながらにねドロンボ一味やっと勝ったなみたいな感じで、ね、見てた記憶があります。はい、その後のね、タイムボカンシリーズで3アクトたちが勝ったっていうのは、あとは一発マンぐらいですかね。一発マンもねちょっと話がね暗い感じがあったんですけどね、後半なんかね、そんなアニメだったかと思います。はい、ワニの方はねこれ結構ねこう目玉のとことねこう頭の飛び出てる角ですかね、ここ折りそうなんでね気をつけながら作らないといかんところですかね。はい、で鼻のとこも外れやすいんで今ポロリしましたけど、接着後でしてあげた方が良いかと思います。結構ここがね外れやすいです。はい、で足のねタイヤのとこもね実は後で結構外れたりするんでね、
まあ接着した方が無難ですね。ただ色塗りするときにちょっとねやっぱバラバラの方がやりやすかったりするんで、ここはね、後で接着するとして、とりあえず組むとき色塗るまではバラバラにしときましたね。はい、こちらも色塗りは下出るカラーでね、筆塗りでちゃちゃっとやりましたけど、はいはい。でね、コメかね、ワニとかね、まあアリ以外のそのクラブ M で出てたやつね、カバとかね、ネズミとかいつかはちょっと作ってみたいかな。雪が今は知ってますね。はい。でこれアリですね。アリの方もね作っていきますね。これ頭パーツとねお腹パーツがねなんか似てたんでね悩んでました。はい、今ねとても悩んでます。はい、これ頭パーツですね。でバリ取ってますね。はい、頭の反対パーツねこうやってね、つけましたと。で今度目玉ですね。目玉もちっちゃいんでね、入れてますけどね、まあ、皆さん作るときねパーツちっちゃすぎるんでなくなさないように箱の中で組み立てた方がね無難かもしれないですね。でちょっとね右手の上ぐらいに見えてるハンマーがあるんですけどね、今ここで見えますかね。ハンマーね実は結構肉抜き穴がガツッとあるんですよね。ここはね後で、プラ材でね私埋めました。はい、ちょっとさすがに飽きすぎてたんでね。はい、でまたね目玉入れようとしてねうまいことはまらんでね困ってますね。でね目玉の向きがあるんですよね。四角形の目玉なんですけどね、アリはねこれがねどうしたもんかっていう感じですね。はい、でここお腹のとこですね。お腹のパーツがねまたこれもバリがあってねここつけるんですけどね、ここがね最初ちょっと頭部と似たような感じで、ね、ちょっと悩みましたね。で足はねもうこのままスリッパみたいな足履かして脚部入れて、頭部はねヘルメットなんですよね。黄色のね安全マークのついた黄色のヘルメットになります。でちょっとバリがねアンダーゲートでついてるんでまたナイフで切ってあげて、で腕がね、2種類ついてて、はい、こう穴が開いててこのハンマーを持たせたらいいねところがあってね、そうじゃないのがあります。あと頭部のねパトライトの複製です。これねお湯丸で型取りして、それからねクリアレジンに、クリアオレンジ混ぜて、クリアレジン UV で固めちゃいました。でねちょっと端っこの境目のとこがね飛び出てたんでヤスリで削ってね、はい、あとペーパー掛けもしました。ここがねどうしてもこう釣り鐘型にね複製した時のちょっとねうまいこといかんところでね、下に釣り鐘状になったんで、ここをストレートにしたいなみたいな感じでね削ってあげてます。はい、削ったレジンはですね真ん中あたりね穴開けてあげて、まず 2mm のね、ドリルで穴開けて、であと 3mm 系でね太らしてあげます。こうするとね元のピンにもはまりますし、まあ元ピンも結局切って LED 入れてあげたんですけどね。はい、そしてね塗装に移ってるんですけど、サフ掛けしたとこで3回ほどサフやりましたかね。1000番のサフを拭いてあげました。そしてね、黒塗りするところは黒塗りをしたところですね。メタリック立ち上げのところはね黒塗りしてあげてます。あとホワイト拭きしたところですね。こんな感じでホワイト拭きをしております。はい、それからね、さっき映ってた黒のところメタルカラー塗ったやつですね。シルバーとゴールド、それから白塗りしてたところで白は白で、あと薄いブルーのとこがあったりレッドがあったり、はい、濃いめのブルーやイエローのところを塗り分けております。はい、固定体のとこはね後で筆塗りをしました。はい、ヤタワンテカテカにしたかったんでクリアのねトップコート拭いてあげたんですけれど、トップコートね見てるとねリニューアルしたみたいでね、見比べてみるとどうも違ってたんですね。パッケージ変わったんや思いながらね今更気づいて見てました。
はい、クリアカラーはね、3回ぐらいに分けてね、コーティングしてね、皮膜厚めにしてあげました。はい、デカールとか貼ってたらそこで研ぎ足ししてね、何回かクリア吹くんですけど、今回デカールはないので3回ぐらい吹いた後で、あともうコンパウンド掛けをね直にやったら思ってね、コンパウンドを直接乗っけてあげて、あとは布でガシガシと磨いていってあげました。はい、布ですね。布はジーンズのね切れっ端私使ってるんですけど、はい、これでねキュッ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 と磨いていってあげました。で磨いた後で、あとねこのコンパウンド落としはね、水かけながらもう歯ブラシで磨き落としていきました。するとねやっぱクリア拭いただけよりも光沢感っていうのはね、気持ち上がるかないう感じでございます。はい、そしたらね墨入れなんですけど、墨入れねホワイトのところはねニュートラルグレーでやってます。水性塗料を私は使ってます。水性塗料に、マジックリン少量入れて、あとタミヤのね、アクリル系の薄め液ですね、あれ混ぜたもんでねいつもやってます。ではみ出たところはタミヤのアクリルの薄め液でね拭き取っていってあげてます。はい、こんな感じでねやってます。やっぱ白色に黒使うとねちょっとね、きつめになるんでね、ニュートラルグレーぐらいがね白はいいかないう感じ。はい、最近いつもスミレ兼、はい、グラデーションというか、ウェザリング兼ねてねいつもクレオスさんのね、ペーストチューブ入りペーストを使うことが最近多いんですけどね、さすがにクリア塗装の時はね、墨入れにしてみました。はい、ただね腕のね蛇腹の黒いところはねグレーでやるとねそんなに色がつかなかったんで、あっこだけね、ブラック使ってね、墨入れしております。はい、それではね完成品を回していきたいかと思います。はい、それではね電飾のところのね中身見せたいかなと思います。はい、ここの頭部開けてね、目のとこは外しちゃって、はい、はい、目はねこういう風な感じでね付け替えできるよっていうのをお伝えしております。はい、3種類あります。どれがいいかはねそのシーンによってね飾りたい時ので選べばいいんですけど、はい、LED です。 LED の中こんななってます。はい、コイン電池3ボルトのコイン電池があって、あとここにスイッチ入れてますね。こんな感じでね作ってます。日本橋でねパーツ買ってきました。はい、であとはハンダ付けしただけです。で中に
点滅型の LED っていうのが売られててね、それ 3mm 系のやつをね、使っただけです。はい。はい、で、これキットの全パーツなんですけどね。はい。これね、メカの素をね、食べさせてあげることもできます。はい、両側にね、旗、シール付属のやつね、付けたやつが、こう付け替えであって、あとはね、はしごがね、ついてますね。はい、今週のびっくりドッキリメカが歩くやつで、やったーやったーやったーわの時のね、ポーズ付け用の、はい、ベースもあって、あと目が、はい、2つあります。以上がキット全部です。はい、今回の工作でね、この LED 点滅型のがあるのね、初めて知りました。はい、ネットで検索しててね、なんか回路入れなあかんのかな思ってて探してたんですけど、LED であるやん点滅型っていうのがっていうのを気づいたんで、はい、1個70円ぐらいかな。はい、そんなにもしなかったかな。はい、それ買っただけで3ミリと5ミリがあるんですけどね、3ミリ系のやつ使ってます。色もね、いろんな色あってね、使ったのは赤なんですけどね、黄色もあれば白もあればグリーンなんかもね、あったりしました。はい、もう電池ボックスとスイッチと LED だけなんでね、もう簡単な工作です。次はね、おだて豚買おうかな、どうしようかなって思ってます。はい、それではご視聴ありがとうございました。